私たちっていつも何かをコントロールしようとしていませんか？自分の感情、人の行動、未来の結果、もっと良くしたい、変えなくちゃ。そんな思いで頑張れば頑張るほど、なぜか空回り。今日はこんな状況から抜け出すヒントとして、前半でネドジュンさんのありのままを捉えるという考え方、後半でクリシュナムルティのただ見るという教え、最後に実践シミュレーションを行います。あまり画面は見ずに理解しようとせず、意識を胸の中心に向けて感覚的にお聞きください。最初にネドジュンさんのありのままを捉えることについてご紹介します。気づかないうちに私たちの頭の中では、もう一人の自分がずっと話しかけています。なんであの時あんなこと言ったの？また失敗しちゃった。なんでちゃんとできないの？そんな風にチクチクと責め立ててくる存在。まるで目の前に世界を色付けするような他人がいて、あなたのすべてを批判的に、そして歪んだレンズで見せてくるんです。現実をそのフィルター越しにしか見られなくなっている状態。でも本当は、今この瞬間をただあるがままに感じているだけでいいのです。ありのままをただ気づいている。何も変えようとせず、ただあるなぁというあり方。ただあるなぁと問題を内包している体全体をふんわりと感じます。問題を解決しようとか、見たくないと押し込めるではなく、あるなぁとその存在は認めつつ見守る。意識の焦点を問題ではなく体に向けていてください。そうすることで人生の大問題が勝手に解決してしまうのです。次にクリシュナムルティが語るただ見なさいという考え方をご紹介します。私たちの見るという行為はほとんどいつもフィルターがかかっています。これは良い、これは悪い、役立つ、無駄だ。心が先に判断してしまっているんです。例えば同僚を見たとき、あの人は遅刻が多い、仕事ができない。そう思って見ていると、その人のありのままを見ることはできません。怒りを感じたときも同じです。怒ってはいけない、前もこうだった。すぐに名前をつけ、判断し、過去と比較してしまう。この判断を加えてしまう心こそが、私たちの苦しみの原因だと言います。ただ見るとは、そのすべてを脇に置いて、名前をつけず、判断せず、比較せず、感情や出来事をそのまま観察すること。私たちが何かを見るとき、何かを得ようとしてしまいます。知識を得よう、理解しよう、解決しよう。でもただ見るというのは、何も得ようとせず、何も変えようとせず、ただ純粋に観察するという行為なのです。ただ見ることを妨げるのは思考です。思考は常に何かを評価し、分類し、比較します。これはあれより良い、こうすべきだ、ああすべきではない。思考は過去の記憶から生まれ、未来の投影を作り出します。美しい夕日を見たとき、写真に撮らなきゃ、前に見た夕日の方が綺麗だった。
こう思った瞬間、夕日そのものを見ているのではなく、自分の評価や比較を見ているだけになります。クリシュナムルティは言いました。思考があるところには純粋な観察は不可能だと。思考は常に過去からの反応であり、新鮮な観察を妨げるからです。私たちは老い、孤独、失敗、様々な恐れを抱えています。解決策を探して逃げようとするほど恐れは続きます。恐れを感じるとき、その恐れを悪いものと判断せず、これを取り除かなければと思わず、ただその恐れの感覚を体の中でどう感じられるのか、ただ観察するのです。すると不思議なことに、恐れはその姿を変え始めます。それは努力によってではなく、純粋な気づきによって起こる変化です。また人間関係でも同じです。私たちは他者を見るとき、過去の記憶や期待を通して見ています。あの人はこういう人だ、こうあってほしい、あんな行動はとってほしくない。このようなフィルターを通して見ると、本当の相手ではなく、自分の頭の中にある相手のイメージを見ていることになります。もしそれを外してただ相手を見たとき、そこには所有も嫉妬も支配もなく、理解とつながりだけが残ります。それこそが愛なのだと、クリシュナムルティは言うのです。ではどのように実践すればいいのでしょう。特別な時間はいりません。今、実際に行ってみましょう。例えば今、朝起きた時だとします。カーテンを開けた時の朝日を感じます。体の感覚を感じてみます。お腹の感覚、胸の中心の感覚、呼吸の感覚はどうでしょう。それらをただ感じてみます。例えば今、通勤中だとします。景色をただ観察する。車が通る音や電車の音をただ聞いている。それを良い悪いと判断せず、ただ見ている。ただ聞いている。例えば今、イライラしているとします。イライラしている自分を否定せず、イライラしてはいけないと抑圧せず、なぜイライラするのかと分析せず、ただイライラする感覚があるなぁと、ありのままを気づいている。するとイライラはゆっくりと形を変えていくのを感じられるかもしれません。例えば今、疲れているとします。疲れている自分を否定せず、疲れてはいけないと思わず、どうすれば疲れが取れるのか解決策を探さず、ただ疲れの感覚そのものに気づいている。
るなぁと気づき、認め、寄り添い、味わう。そうすると疲れとの関係が変わっていきます。思考が消え、ただ感覚と気づきだけが残る時間があります。努力ではなく、気づきと観察から訪れる自然な静けさ。その時私たちと世界はもはや分かたれたものではなくなります。そこに分離も対立もない。ただあるがまま気づいている。それが終わりであり始まりです。しばらくこのあるがまま気づいている時間をお過ごしください。